今回は F1 ドライバーのハインツ・ハラルド・フレンツェン。1997年にウィリアムズに移籍して期待されながらも1回しか勝てませんでした。どうして彼は1回しか勝てなかったのか、あまり速くなかったのか、その原因を分析したいと思います。まずは前年まで所属したザウバーチームのエンジニアたちがフレンツェンのことをどのように見ていたかというのを紹介します。ザウバー時代のフレンツェン。予選一発で見せる天性のスピード。マシンの細かい挙動変化に敏感。自分の好みから外れると失速。データ分析よりも完成重視。ダウンフォースの少ないマシンでも荷重移動でコントロール。予選で見せる速さは素晴らしい。つまり一周のタイムアタックはすごいっていうことですよね。マシンの挙動変化に敏感。好みから外れると失速。自分の好みのセッティングから外れてしまうと、うまく合わせられないっていうことでしょうね。で、データ分析よりも完成重視。テレメトリーデータを見て細かい分析をするのが好きじゃないということでしょうか。ダウンフォースが少ないマシンでもコントロール。ザウバーのマシンはダウンフォースがすごいっていう車ではなかったですけど、フレンツェンは自分のドライビングで荷重移動をうまく使ってコントロールしてたと。ということは、一発のスピードもあるし、マシンのコントロールはできるんだけど、セッティングが外れるとうまく走れないし、細かいデータ分析は好きじゃないと。そういうことでしょうかね。のっけから言ってしまうと、この性格でウィリアムズに行くのはもう最初から合わないなっていうのが皆さん分かっちゃいますよね。シューマッハより速いと評価されていたザウバー時代のフレンツェン。97年勝てるマシンを手に入れたが、期待されたほど速くなかった理由は、フレンツェンが F1 にやってきた時から、シューマッハより速いっていう言葉を私何回も聞いた記憶があるんですね。何しろシューマッハより速いなんてありえないってずっと思ってました。だけどこの97年、シューマッハと同じマシンどころか、シューマッハより速いマシンに乗るわけですから、フレンツェンはさぞかし活躍するはずだったんですが、なんでうまくいかなかったんでしょうかね。この97年のマシンは FW19 ですけど、まずそもそもマシンに合いませんでした。まずその辺を分析します。1、コーナー進入で不安定な挙動に苦戦。ウィリアムズ FW19 は非常に神経質なハンドリング特性を持ち、氷の上をグリップ走法で走るようだと形容されるほど限界領域が狭いマシン。この年のウィリアムズのマシンは非常に神経質なハンドリングなんですね。車を速く走らせるにはセッティングの幅が非常に狭いっていうことと、ドライビングも綱渡りのようなドライビングを強いられるっていうことなんでしょうね。フレンツェンは入念なトレイルブレーキングでフロントのグリップを引き出し、滑らかなラインで旋回する繊細な走法を得意としてた。W19 でそれをやると進入時に突如としてリアの安定性が失われる現象に見舞われ、車の限界に自信を持てなくなった。先ほど紹介したようにフレンツェンは荷重移動がうまい、丁寧なドライバーなので、トレイルブレーキングなんですね。普通はそれなら車の挙動は穏やかになるはずなんですけど、FW19 は真逆で、トレイルブレーキングしちゃうと、リアが滑ってっちゃう、オーバーステアになっちゃうってことでしょうね。まずそもそもこの車の特性に自信を持てなくなったということのようです。2、ブレーキングの違和感。フレンツェンは動力に対する微小なブレーキの効き具合、コントロール性を重視するタイプ。FW19 のペダルは踏んだ瞬間にガツンと効く特性。これによりコーナーイング進入時の荷重移動をミリ単位でコントロールできず、タイムロスにつながった。細かい荷重移動をしたいフレンツェンにとっては、ガツンと効くブレーキではコントロールできないわけですね。この特性にも苦労してタイムが出なかったと。そういうことですね。で3番、タイヤマネージメント苦戦。リアの挙動不振に悩まされ、コーナーリング中に余計な微修正を強いられた。これによりリアタイヤの表面温度が過剰に上昇してオーバーヒートを引き起こし、レースペースでタイヤを摩耗させてしまう悪循環に陥った。結局コーナー進入でリアが不安定であったり、ブレーキのコントロールがうまくできないので、コーナーリング中の微修正、要するにカウンターを当てたり、そういう動作が増えるわけですね。それによってタイヤが発熱してしまって、必要以上にタイヤを摩耗させてしまったと。それも速く走れなかった原因のようです。今大きく3つうまく走れなかった理由を紹介しましたけども、いくつかのレースを見ると、やっぱそうなんだってわかりますので、ちょっと紹介したいと思います。まず開幕戦です。開幕戦はフレンツェン、レース最後の方までトップ走ってましたが、
ゴール間近になってブレーキディスクが割れて、リタイアというか、数字上は8位完走だったと思うんですけど、そんな結果になってしまいました。あの映像だけ見てると、ブレーキディスクが割れて運が悪いなと思うんですけども、フレンツェンのドライビングに原因があったようです。開幕戦オーストラリアグランプリでフレンツェンを襲ったブレーキ破断トラブル。コーナー進入時にブレーキを残しながら旋回するトレイルブレーキングを行っていたため、ディスクに熱が溜まる時間が長く、冷却が追いつかなくなるという技術的な悪循環が発生した。フレンツェンはブレーキを残して曲がるわけなので、ブレーキングをしてる時間が長いわけですね。それによる発熱に対して冷却が追いつかなくなって、レース終盤、ブレーキディスクが割れたってことらしいです。ウィリアムズの車は空気抵抗を極限に減らすために、ブレーキダクト、ブレーキのインテークって言えばいいですかね。それがすごい小さいらしいんですね。必要最小限のサイズしかない。なので余計なブレーキをするとオーバーヒートしちゃう。それが原因だったそうです。逆にフレンツェンが勝てたレース、サンマリノグランプリ。唯一の勝利ですけど、どうして勝てたのかってことなんですけど、第4戦サンマリノグランプリ、イモラで勝てた理由。イモラは高速コーナーでリア荷重を維持しながらステアリングを切り込むような場面、高速でのトレイルブレーキングが少なく、試験員の手前でマシンをまっすぐにした状態でフルブレーキングし、旋回してすぐ加速するセクションが中心。ブレーキロックやリアの抜けのリスクを抑えつつ最大の制動力を発揮できた。コーナーを回り込みながらブレーキをするという場所が少ないサーキットなので、リアが滑っちゃうという場面が少なかったということですね。まっすぐの状態でブレーキングをするので、ブレーキングの失敗も起きなかったと。もちろんフレンツェンに合わせたセッティング変更をして、リアが滑らないようにとか、そういう対策はしてたようですけども、コースの特性も彼に味方をした。なので勝てたということのようです。第5戦モナコグランプリでポール獲得。フロントの応答性を極限まで高めたセットアップを選択し、短距離のハードブレーキングで AP キャリパープラスカーボンインダストリー製のパッドの摩擦特性を最大限に引き出した。サンマリノグランプリで勝って続くモナコグランプリではフレンツェンは気分的に乗ってたのかポールポジションを取りました。ここで早かった技術的な理由としては彼が好きなフロントのセッティングが出せたってことでしょうね。プラスして、モナコも直線のブレーキングが多いので、ガツンと効くブレーキをうまく使えたと。このウィリアムズのガツンと効いちゃうブレーキは、キャリパーは AP で、ディスクとパッドはカーボンインダストリーです。この組み合わせがガツンと効くという特性を引き起こしているようです。そう言っちゃうと悪いブレーキのように聞こえちゃいますけど、短距離で急制動できるということなので、そういう意味では優れたブレーキということになります。ただこのモナコでのポールポジション獲得以降、際立ったフレンツェンの速さはありませんでした。チームの技術者の親分、パトリック・ヘッドは、彼をどのように見てたのか、このように言ってます。純粋なスピードという点では、ハインツ・ハラルドは間違いなく怪物級の才能を持っていた。彼が車がこう動くからこう変えてくれと言ってセットアップを変えても、テレメトリーデータを見ると彼の説明と実際の車両挙動が一致していないことが多々あった。パトリック・ヘッドさんもフレンツェンのスピードは認めてます。で、なんだけど、彼が何か訴えてきて車のセッティングを変えても、テレメトリーを見ると、言ってたことと車の動きが一致しない。それが多々あったって言ってますね。ザウバー時代のエンジニアの説明でも、データよりも完成重視っていう言葉がありましたけど、やっぱりそうなのかなって思っちゃいますね。これは車のセッティングを煮詰めるって意味でもマイナスですし、技術者の立場が強いウィリアムズチームからしたら非常に困るということなんじゃないでしょうかね。で、次にフレンツェンのレースエンジニアを務めてたティム・プレストンさんはこのように言ってます。ハインツ・ハラルトはテレメトリーや技術データを理解する能力が極めて高かった。しかし同時にそれが裏目に出ていた。フレンツェンは挙動に違和感があると感覚で走るのではなくデータ上の問題点を解決しようと深く考え込みすぎてしまう。一緒に組んでたレースエンジニアの言葉ですから嘘じゃないと思うんですね。データを理解する能力は高かったと。だけどそれが裏目に出てたと。考え込みすぎてしまう。こういう場面があると、パトリック・ヘッドさんから見ると、言ってることと違うじゃんっていう風に見えたんでしょうかね。で、フレンツェンのセッティングのやり方の特徴としては、とにかく車を完璧なセッティングに持っていこうとするらしいんですね。車を完璧なセッティングに持っていった上で、速く走りたい。
っていう考え方みたいで、逆にチームメイトのビルヌーブはとりあえず乗って限界まで攻めてダメなところはセッティング変えればいいやっていう順番らしいんですね。なのでビルヌーブの場合はセッティングを進めるのが早いと。だけどフレンツェンは考えたりセッティング変更してる時間が多くて遅いっていうことかもしれないですね。はい、久々に私の動画に登場しましたけども、ジェームズ・ロビンソンさん。彼はこの時のウィリアムズチームのシニアオペレーションズエンジニアという立場です。要するに、レースエンジニア2人の上に立つリーダーですね。で、彼はこう言ってます。週末のセッションが進むにつれてタイヤ摩耗や燃料積載量が変化した際、フレンツェンのセットアップがその変化に対応しきれなくなる。フレンツェン側はレース前にセットアップの迷走、特にブレーキ特性とリアの安定性の問題から抜け出すのに時間を要し、オペレーション面で後手に回ることが多かった。さすがロビンソンさんなので、短い文章ですけど非常に的を得た説明をしてくれてますね。まあでもやっぱ簡単に言うと予選のタイムアタックみたい一周を速く走ることは得意だし、その分にはセッティングは問題ないんだけど、レース距離を考えるとセッティングがうまくいかない。それが毎レース起きると、セッティングがうまくいかなくてどうしようって考えたり、セッティングを変えてみたり、結局どのサーキットに行っても悩んでる時間が長い。そういうことなんでしょうね。じゃあ本人がウィリアムズに移籍したことについてどう言ってるか紹介したいと思います。ザウバーからウィリアムズへの移籍は自分にとって巨大なステップだった。ザウバーは非常に家族的でアットホームなチームだったが、ウィリアムズは冷徹なまでに勝利だけを求める完全なプロフェッショナル集団だった。パトリック・ヘッドやフランク・ウィリアムズのやり方はまさにシンク・オア・スイム。自力で泳ぎ切るか、そのまま沈むか。だった。彼らはドライバーを抱擁して励ますようなことはしない。速いマシンを用意したのだから、さっさと乗ってタイムを出せというスタイルだ。当時の自分は精神的にまだ若く、その冷たい環境に対する心の準備ができていなかった。まあやっぱりなんか想像してた通りですね。前年までいたザウバーチームはまあもうちょっとあったかいチームだったと。なのでフレンツェンはリラックスして仕事ができたんでしょう。だけどウィリアムズはとにかく結果を出せという集団なので冷徹って言ってますね。パトリック・ヘッドとフランク・ウィリアムズは速い車を用意してあるんだからさっさと速く走れ。そういう姿勢だと。当時の自分は精神的にまだ若くって言ってますけど、ここちょっと突っ込んじゃうと、もうこの時フレンツェンそんな若くないですよね。まあフレンツェンの性格に対して、この当時、森脇元康さんは、のほほんとした子ですって言ってましたから、やっぱそうなんだなっていう感じはしますね。でも、ウィリアムズはこういうスタイルのチームなんだなっていうのは、多分動画を見ている皆さんもほとんどの方が分かってると思うんですけど、こういうチームであれば、ビルヌーブみたいに車をガンガン攻めて、セッティングは後から直せばいいや。で、それでいて自己主張が強くて、非常に自分の意見がはっきりしているというドライバーの方が合うんでしょうね。フレンツェンみたいに考え込んでしまったり、押しが弱いドライバーは全然合わないっていうことなんだと思います。まあ、ただ、この時の経験が自分を成長させてくれたと。まあ、この2年後ですけど、ジョーダンチームに移籍して彼は非常に早かったですから、もちろんこの時の経験が生きたっていうことはあるんだと思います。こんな感じで、97年のフレンツェンっていうのは、もともと確かに一発の速さはあった。だけど彼の性格として自己主張も強くないし、仕事の進め方も速くないし、最初からウィリアムズチームは合っていなかった。で、もっと言うと、マシンもビルヌーブが好む特性で開発が進められてしまったので、それも彼に合わなかった。もしそれが事前に全部分かっていたとしても、勝てるマシンに乗れるわけですから、フレンツェンは移籍という選択を何にしても選んだんだとは思いますけども。まあ、これが彼が活躍できなかった理由、期待されたほど早くなかった理由ということになります。はい、今回の動画はここまでです。皆さん、はい、いつも高評価ありがとうございます。コメントもたくさんありがとうございます。登録者1万人超えてから順調に登録者の方増えてくれていて大変嬉しいです。ありがとうございます。まだ登録されていない方、ぜひ登録してください。よろしくお願いします。何度も言ってますけども、皆さんがコメントしてくれたり、高評価を押してくれたり、チャンネル登録してくれることで、私の動画は他の方に表示されたり、関連動画として表示されることになります。皆さんのリアクションがあって初めて他の人にも見てもらえるということです。また次回も頑張りますのでよろしくお願いします。